ガスブッタルの死体はあるか？いや、オルクの死体だけです。まだ他にもあると。奴が生きていればまだ死体は増える。何が起こるんです？第三次大戦だ。というわけで第3次アルマゲドン戦役について教えてく。第2次から57年後のアルマゲドンの出来戦だ。待ちくたびれたぞ。間に戦後と前哨戦されたからな。さっさとアルマゲドン戦役の話だけしたらええねん。そうか。じゃあ急にアルマゲドン聖域に帝国防衛の6倍のオルク艦隊が来るところから話しても大丈夫だな。すまん、第2次から帝国はアルマゲドンの防衛強化を命じたんだよな。そうだな。じゃあアルマゲドンたどり着くまで艦隊や防衛システムで溢れてるよね。当然だ。じゃなんでカルガル6倍なんてありえない数字出てくるのさ。惑星一つのオルクを従えられるボスが、アルマゲドン陥落の準備を50年すらこうなる。帝国だってまずアルマゲドン防衛を最優先で命令してただろ。今回は無能な惑星総督いないんだよ。50年何してたんや。ガスブッタルだけじゃねえっつったろ。これまた惑星規模のオルクを占めるナスドレクもいる。この時点で惑星2つ相手にするようなもんだ。足し算が単純すぎる。そんな連中が資源聖域を乗っ取っては全力で準備したんだぞ。だからって6倍はおかしいよ。噴火具体例がわからん。オルククルーザー級が約50隻、護衛艦とかが300隻以上、スペースハルクが少なくとも4隻とかだな。スペースハルクって惑星規模のオルクを乗せて動く船だよな。それが4つあるだけでもインフレしてる。他がどうでもよくなる。クルーザー級は全長大体 4.5 キロ、帝国の5出艦に当たるから、98,000人を乗せられる。護衛艦は大体全長 1.5 キロ、こっちも満タンの人員を搭乗できる。ハルクは都市規模から小惑星か、大陸レベルのデカさと色々だな。まあ惑星規模のオルクが一丸になって資源的町間50年も準備することがいかれてる。今いかれた例え話が現実化すやこんな物量の化け物を積み上げるのがオルクよ。浄化。ゼノは全部浄化。皇帝陛下は正しかった。終わらないのなら歌えばいい。でこの後に第2波が来てだな。まだ来るの？この艦隊が合流したことで、アルマゲドン防衛艦隊の6倍となるわけだ。あ、第1波で6倍じゃなかったのか。ああ、だがこの高速の規模もやばく、第1波と足せばだな。宇宙船2000隻以上、スペースハルク12隻以上、だとよ。第1波はガズグッガルが集めた軍勢。ってことだよな。第2波もガズグッガルの作戦で後出ししたの？なんぼなんし数えすぎでしょ。第2波もガスグッガルの息がかかってたって噂もあるんだが、そもそもオルクの進軍は雪だるま式だ。の高まりに引き寄せられて、各地のボーボス、スピードフリーク、メク、海賊、野良部族が俺らも混ぜろと来ることがある。と迷惑な奴らだな。もうトントンか外宇宙行って帰ってくるな。何が楽しくて集まるんだよ。今回はオルクの、でも最大規模ですからね、噂も広がって、遠く離れてても戦熱で繋がりましたね。もともとオルクは戦の匂いを嗅ぎつけるのは最高に敏感です。第二次でさえも銀河で噂になり、そこから50年。ということは50年前から次のドデケを予感して準備した連中も相当な数がいると思います。とはいえいくらなんでも多すぎませんか？ガズブッガルがウルクを統一したのが6年、その57年となれば9倍以上の時間ですから、各地のボーボスが楽しみに準備したとなるとこの光景も決しておかしいものではないでしょう。だけどここまでの津波が起こるなんてないでしょう。この艦隊は帝国でも最高記録を塗り替える、驚異の艦隊ともっぱら言われてますからね、まさしく歴史的な、であることは間違いありません。現場のウルクさんありがとうございます。わかったろ。第2次からいきなり規模が半端なく差がついてんだ。いきなり話は意味不明だが、戦後処理と前哨戦を聞けばこの理由も頷けるってもんだろ。お前らが迷惑な連中なのは分かった。治療終わったら焼いて食材させてやる。疑うのは罪ですよ。じゃっそっちでだろ。俺以外に当たりやがれ。もうこんなのアルマゲドン終わっただろ。のんきに戦役の話してる場合じゃないよ。今すぐアルマゲドンをアップして戦いたい。まあそれでも帝国の宇宙艦隊は銀河最強クラスだからな。そこへ来て物量差を見てすぐにメカニクスやらバトルシスターやら呼びに呼びまくった。どんどん規模がでかくなる。これが本当のアルマゲドン。この戦役からまだ続いてることが素敵。6週間続くアルマゲドン到達戦は聖域全道構成のごとく爆発させ続け、ついに野郎どもはアルマゲドンの軌道上に到達しやがった。さすがに止められなかったか。第一にオルクイワが流星群のように降り注いだハイブ派です。いやーリスクがいたところか。まずそことかどんだけ好きやねん。前回の復讐と言わんばかりに、スペースハルクから小惑星を発射し、この強大な洗礼により、数百万という命が散っていった。おい死人出てるぞ。挨拶代わりで何してんねん。なんて失礼なオルクや。ハイブハデスの大爆発の後次々とオルクの船やロックが降り注ぐ。帝国空軍と地上防衛レーダーにより次々とオルクの不法侵入者を落としていくが、
数だ、止められるはずもなく、どんどんオルクたちは地上へたどり着いた。帝国史上、最大の敵艦隊が一つの惑星を狙いに来てるんだもんな。むしろここまでよく削ったかもしれない。ミニチュアゲームにされない帝国宇宙海軍お疲れ様です。ただ降り立ったわけじゃねえ。降り注いだロックはオルクを運んだだけでなく、テレポータ技術の新兵器より、宇宙にいるオルクを圧させる誘導装置だった。これにより、オルクだけでなくバカでけえ兵器も出動度外視で送り込みやがる。ずるい。一気にタイタンクラスの戦力が整い上がったぞ。こんなんもう捨ててえやんけ。こうして拠点一つからの進軍でなく、重要拠点が各地でいきなり工場戦と化したんだ。最初からクライマックスかよ。まだ動画中盤だよ。着火せがんとも大変。だが人類は粘りに粘った。ファイブヘルズリーチでは、ブラックテンプラーが100人と、帝国軍が籠城していたが、ワープ技術であっという間に立冬にを何百万のオルクに囲まれたという。一例だけでも終わってる。こんなの戦いにならないよ。オルクもぬるげえいそう。そうだ、圧倒的な物量差でオルク側も降伏を促したが、この防衛のトップであるグリマルダスは一向に譲らず、ここに補欠を掘った、勝つか死ぬかだ。と言って2ヶ月も防衛を続けたらしい。あ、この人知ってる。確か5神殿が崩壊するまで戦い抜いた人だよね。当チャンネル、ザプレイン解説でも紹介させてもらってます。これが小説にもなった有名な、ヘルズリーチの戦いだな。歴史の中で歴史が生まれとる。見どころしかないぞ第3次。これでまだ続くのか。ファイブアケロンでは無能な惑星総督がなんと言っていてだな。なんだと。自らの地を約束するという取引で、オルクに寝返りファイブアケロンを降伏させたんだ。情報戦まで仕掛けやがった。なんでもありかよオルクの自覚しろよ。なお惑星総督は懲罰部隊により最後を迎えるのであった。罪人にやられるとはなんともらしい最後だな。貴様には慈悲の言葉すら与えん。罪を背負って地獄に落ちるんだな。一方ジャングルでも戦いが始まっていた。あんな拠点もないとこでなぜ戦ってるんだ。しかもあそこだけ七惑星みたいになってるよね。むしろ防波堤に使えるくらいやろ。いや第二次で残されて繁殖したオルクが50年の時を経て今回の、しやがった。いや繁殖って生きるので必死のはずだろ。何すっかり住み慣れて。しとんねん。連中を祭りに参加させないため、形暗闘の様々な帝国軍がジャングルにオルクを仕留めるだが、それでも多くのオルクがセクンブス側にどんどん流れ込んでいきやがった。当日参加はお断りです。鉄を逃がすと怪我人出ますよ。日本のコミケを見習ってください。すいません、簡単ですけど、今からでもゲーム会参加できますか？はいです。ちょうど簡単の危険をジャングルで探してたので相手しますよ。誰だお前は。ジャングルで戦ってたのはオルクを止める帝国兵だけじゃねえ。第一次のアングロンの残留異物を破壊しに行ったレリクターズもいたんだ。第一次まで吹き返しやがった。50年間何してたんや。カジュアルに横やり入れんなや。こうしてブラックテンプラーとレリクターとワールドイーターと地元のオルクの戦いはワープゲートを閉じることで終わった。今さらっととんでもない戦してなかった。4チャプターいたぞ。マジなんなんだよ第3次。さらに別の場所ではドレッドノートとデフドレッドの部隊が激突していてだな。ドレッドノートの部隊だと。ドレッドノートは重要な戦場でやっと投入されるんだけど、部隊編成できるほど数おらんわ。17体のベネラブルドレッドノートが戦ったらしいぞ。おい DW、ドレッドノート安売りすんなや。リセンスターに置き換わるから旧ドレッドノート売りたかったんか。そんなんやからドレッドノートの格が下がんねんぞ。ヤーリックの葬式と課題すぎるほどの準備のおかげで、なんとかオルクを押しとどめたが、戦況は泥沼、ただただ地獄の戦場が続いた。規模についていけなかったが、なんとも激しい戦いだな。両軍よくここまで戦うものだ。これが暗黒縁未来の決戦か。そうした一進一退の激戦を見たガズブッダルだが、ついに動くか。ヤーリックとの決闘が始まる。これが見たかったんや。あまりの泥沼に飽きてしまっていた。秋？聞き間違いかな？どういう状況でそうなんの？もともとオルクという種族が飽きやすいですからね。その点で言うなら50年の準備と惑星一つ飲み込む戦を実現させたのは快挙と言えますよ。でしょ。今なお荒れてる戦を追っ始めてなんで飽きてるんですか？そうですね。例えばミニチュアゲームが大好きな人がイベントを開いたようなものでしょうか。おっしゃる意味がよく。オルクにとって戦は趣味人のミニチュアゲームくらい楽しみなわけですが、俺様と最高最大のゴーハンマーイベントに参加する奴はついてこい。ミニチュアゲーム史上最大のゲームイベントを開催し、帝国側もこれに応える。まさかいきなり籠城戦とはきついっすわ。量子、策略、惑星総督の裏切り使っちゃうぞ。用意していた敵暗軍が活躍できるなんて思いもしなかったよ。あ、親分、ここのルールなんすけど、親分、アドバイスくれ。対戦相手いなくて。さあ、やっと戦だーと、このように自分が楽しみたいのに、運営側となってしまって何か違う戦になったわけですね。つまり、プレイヤーからプロデューサー側になったと？いかにも、第二次では惑星をまとめそれをぶつけ、なだれ込むように戦をしたガズブッガルは、間違いなくプレイヤーとしての総大将でした。一方今回は壮大な準備と人類の最大拠点をめぐる、グレートな、を求めた結果規模は大きくなり、ガズブッガル一人の器を超えてしまったのかもしれません。本人の器が足りてなかったのか。それはどうでしょう？人類とてこれほどのクルセイドをしでかしたのは総主張くらいのものではないですか？言われてみれば確かに。それをボス歴50年そこらのオルクが成し遂げたと考えれば大した器です。しかし彼の望みはやはり。
現場のウルクさん、大丈夫ですか？おめえの怒りが見える。ガスブッタルが戦車に撃たれました。銀河の果てでもわかるぜ。あ、今まかりが復讐してます。人間そこにいるんだろう。このガスンとバカでけえ一発。間違いねえ。ゴルクモルクのお告げだ。すまねえ、ゴルクモルクよ。すまねえ、野郎ども。これだけの数を揃えたんだ。惑星一つ分けねえと思っちまったんだ。バカな話だ。惑星一つのウルクを相手取る人間が、ここにはいやがって。こいつが本気で人間全部引っ張ってんだぞ。惑星一つと何を侮っちまったんだ。畜生。ゴルクモルクがアルマゲドンにこだわらず、銀河の覇者になれという意味が分かった。アーマゲドンを落とすな。銀河を締めねえといけねえ。俺はノリでけえ。のためにここを出るぜ。何やその超限界。手を抜きたくねえんだ。必須だってしたくねえ。歌で本日な。さっきからなんだこの曲。ねえ、サビ歌うつもりだよ。俺様は全部平らげてやりてんだ。どんなでけえ敵がぶちかましてきても。そこまでラブソングかまされたら何も言えないわ。器はでかくても一途なんだね。ちょっと応援したくなる。俺様はおめえと戦いてんだ。こうして、第3次アルマゲドン戦役はガスブッタルが旅立つ、と段落する。とはいえ、以前アルマゲドンはこの大災害によるオルクたちと争い続けてる。オルクたちにとって、この戦はビッグスクラップ、人間の言葉でラグナロク、と言われ広まり、最高の戦ができる惑星と、聖地巡礼しに来るオルクが後を絶えなくなった。迷惑すぎる。有名人のライブは土地じゃないんだよ。地元でやれよ地元の村おこしとかで。とまあ今回はガスブッタルを中心とした第3次アルマゲドン戦役について披露したが、さらっと説明したように、各所でとてつもない戦がいつも展開されているのがこのバカでけえ戦役だ。ゲーム会を始めたのはオルクだが、それ以上に盛り上げたのは参加者だったわけか。まさにウォーハンマー界隈みたいな戦役が第3次アルマゲドンだな。帝国の各処分、オルク、混沌、ワールドイーター、これだけでも相当な祭りだな。ああ、赤道戦グリにはネクロンのピラミッドもあるとか言うぞ。どんどん敵対戦力を増やすのなんなん。こんなんオルクの言う通り最高のゲーム会場じゃんか。そらローンチにもなりますって。そういうわけで、とりあえず第3次アルマゲドン戦役はガスブッタルが旅立つことで、まあ一段落だわな。第二次後みたいな小競り合いが続いてるのかと思ってた。今なお戦真っ最中だったんだね。のんきに重要ないようにしてる場合ちゃいまって。そしてこの後、アルマゲドンの主要人物たちをめぐるぶん殴り合いが続いて今のローンチに続くわけだが、まだまだ長くなりそうだなおい。もうアルマゲドン発売しちゃったよ。公式ストアにはまだまだあるみたいです。今回のはあくまでガスブッタルを中心にした解説だ。でねえと一つの授業で終わるわけねえ。そういう意味ではガスブッタルに感謝だな。お前を追いかけるエアリックの気持ちもわかった。これからもオルク最強のネームドで最前線を頑張ってください。行くぜ